皆さん、こんにちは。じゅんです。今日は神社とお寺の違いについてお話ししたいと思います。皆さんは日本で神社やお寺に行ったことはありますか？まずはじめに、日本にはいくつ神社やお寺があるでしょう？日本にはたくさんの神社とお寺があります。約8万の神社、約7万のお寺があるんです。合わせるとなんと15万箇所。これは日本にあるコンビニの数の3倍以上です。それでは神社とお寺の一番大きな違いは何だと思いますか？そう、それは宗教です。神社は神道、お寺は仏教です。神道って何？神道は日本で始まった宗教です。日本では山や水、火や岩、動物などさまざまな自然が神であると考えられてきました。太陽や風などの自然を神とすることで、お米、野菜や魚が取れるように、社会が平和でありますようにということから始まりました。仏教って何？一方、仏教は2600年前のインドでゴータマ・シッダールタ、お釈迦様が開いた宗教ですね。お釈迦様が修行をして35歳で悟りを開いてから80歳で亡くなるまでに伝えた教えを仏教と言います。神社とお寺にいる人の違いは何でしょう？神社にいる人を神職、神主さんと言います。お寺にいる人を僧侶、お坊さんと言います。ここは神社？お寺？どうわかるの？神社に行くと鳥居がありますが、お寺に鳥居はありません。お寺に行くとお墓がありますが、神社にお墓はありません。祈り方に違いはあるの？祈り方も違います。多くの神社では、二礼、二拍手、一礼と言って、まず2回礼をします。右手を少し下にずらして2度拍手する。手を静かに合わせて神様への感謝の気持ちを伝えます。その後、1回礼をします。お寺では静かに手のひらを合わせます。手を合わせるときに手をパンパンと拍手をしません。ナムアビダ仏、ナム妙法蓮華経と唱えたり、いつも見守ってくれてありがとうという感謝の気持ちを伝えます。そして一礼します。神社では鳥居をくぐってから真ん中は神様の通る道という教えがあるので橋を歩きましょう。祈るとき、神社では紐のついている大きな鈴をガランガランと鳴らします。これは神様に気づいてもらうためだと言われています。お寺には鈴ではなく鐘があります。
鐘の音は、その音を聞いた人が、この世の悲しみから解放されるようにという意味があると言われています。お供え物の違い。神社にいるのは自然の神ですね。魚、昆布、野菜など自然の恵み、そのままの形でお供えします。一方、お寺にはお釈迦様がいます。実際に生きていた人です。だからすぐに食べられるものがお供えされます。お墓参りに行った時も、そこにはご先祖様、おじいさん、おばあさん、この世で生きていた人なので、すぐに食べることができるものをお供えします。神社とお寺、同じところはあるの？神社とお寺には共通点もあります。例えば、どちらも結婚式を挙げることができます。また、どちらも御朱印をいただくことができますね。最後に、これから神社やお寺に行ってみようかなと思った方へ、日本の有名な神社とお寺を5つずつご紹介します。神社、伊勢神宮、2000年以上の歴史があります。日本全国の約8万の神社の中で最も格式が高い神社です。厳島神社、1996年に世界遺産に登録されました。海の中に立つ大きな鳥居が有名です。出雲大社、今も天皇が入れないと言われている珍しい場所です。明治神宮、新宿と渋谷の間、東京の真ん中にありますが、美しい森林、静かな雰囲気。初詣では日本一の参拝者数です。伏見稲荷大社、1000本の赤い鳥居が並びます。京都駅から電車で10分で行くことができます。お寺、浅草寺、東京の浅草にあって、毎年3000万人が訪れます。628年に建てられました。東京にあるお寺で一番古いお寺です。金閣寺、京都にある金色のお寺。風がないとき、水面に金閣寺がきれいに映る景色を見ることができます。樹齢600年を超える盆栽もチェックです。銀閣寺、金閣寺と違ってキラキラ華やかではありませんが、落ち着いた美しさがあります。清水寺、清水の舞台と呼ばれる本堂の一部分は、釘が一本も使われていません。桜や紅葉の時期にはライトアップされます。清水寺の近くには多くのお土産屋さんがあって、歩いているだけでも楽しいですよ。龍安寺、龍安寺といえば、日本を代表する枯山水の庭園です。枯山水とは、水を使わないで、石や砂で作られた庭のことです。
砂に線を引くことで水の流れを表しています。いかがでしたか？神社とお寺の違いが少し分かったでしょうか？機会があればぜひ神社やお寺を訪れて違いを感じてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。